よし。これ一本釣りカツオ210円の半額105円、これをおいおいと一緒に食べようと。よし。ほらこっち、ほら食べよう。確定申告も終わりましてね、無事終わりまして、酒を飲もうと。おお、うまいかな。これはね、おいおいはこのマグロよりもなんかカツオの方が好きみたい。カツオの方がうまいのか。おいおいが食べるようにこうでっかく切ってる。だかこれかうまい。うまい。あんまり安いんでもう一本買ってきたんですけどね、これでもう柵1本、これでこのぐらいかな、これで105円だ。安すぎる。マグロも半額になってましたけどね、メバチマグロね。メバチもこのぐらいで400円の半額、それでも安いですよ。まあ夕方4時に行けばだいたい半額になって食べるかやっちゃったな。やっぱりね、カツオよりもね、マグロよりもカツオがいいみたいな。うまいか。うまいか。私はまあ実はこういうのが飲めればいいですから。確定申告からもう今日で3日経ってますから、3日経って何も連絡が来ないということは書類の不備がないということです。
経費が認められたとかそういうのは関係なく、書類が全部揃ってて、で税率も合ってると、そういうもう最低限のことが合ってるということです。で、書類が1枚足りないとか、税率が間違えてるとか、そういう時はもうすぐ電話来ますから。で、再提出とか、足りない書類はもうすぐ持っていかなきゃいけない。だけど、何も不備がなければ連絡も来ない。で、じゃあ連絡来ないから全部経費は認められるんだなっていうと、そうじゃないんですよ。経費で認められるかどうかは別の調査が入るんですよ。だからそれが税務調査って言って、たまに個人事業主はあんまり入らないけど、法人化してるところね、私のこの、ネットの仕事っていうのは株式会社にしてるんですよ。だから売上も全部その株式会社で計上してるんですけど、株式会社とかそういう法人化したところは調査が入りやすい。個人事業主っていうのはもう入るには入るんだけど、数がもう膨大ですから、だからなんていうんだろう、物理的にも調査できないっていうか、数でも限界があるわけです。だけど、株式会社とかそういう法人化してるところはもう数もぐっとこう絞られるから、すると調査入りやすい。だからいつでも調査入ると思って慎重に確定申告をしなきゃいけないんで、それで今回の時間かかっちゃった。食べるのか。よしよしよし、いいね、食べる私は酒があればいいです私は酒があればいいです。食べ、食べろよ食べ、これはねえだろ、これ口つけておいて食べろよこれ口つけておいて食べないのよ、これ。でね、そう言ってね、ちゃんと後で食べるんですよ。こうやって入れとき、ね、もういいだけペチョペチョにしてるから、もう。ああやってワンワン言って食べるでしょ。で2階がトイレだから2階のトイレに行くんですよ、食べた後。でまたうろしてる、何のかんのでこれも食べるんですよ。食べますから寂しい。ちくわでも買っとけばいいかと。
よし。もう一本買っておいたやつも切ってきました。心置きなく食べよう。これね。もう一本の方はなんかこう V 型になってるからこうね、ここに内臓入ってたのかな。ちっちゃいカツオだったんだよ。あ、うまい。これ味はマグロ。マグロの身の締まった感じで、これも一応買ったらすぐ夕方4時に買ってで半額でね夕方4時に行けば半額になってるから4時に行って買うと。で家持ってきたらすぐパックから出してそのさらしに巻くんですよ、それは。で、これだと4時間、この状態で4時間さらしで寝かしてる状態で、一番美味しいのはまあ3日ぐらいさらしに巻いてそのまま冷蔵庫に入れとけばもっと余計な水分がぐーっと抜けて美味しくなるんでね。一番良くないのは買ってきてそのパックに入ったまま冷蔵庫に入れておくのが一番良くないんですよ。パックのまま冷蔵庫入れておくとビチャビチャっとこう離水って言ってね、中からこう水分がこう出てきてるんですよ。あれがまず匂いの元なんですよね。それと細菌が繁殖するのがその水分のところ、そこが一番繁殖しやすいから。だから刺身の消費期限なんてもうたった1日しかないですよ。だからそのパックで保管した場合、消費期限っていうのはぐっと短くなるんですけど、その買ってきてすぐにこの容器から出してで水分をきちんと拭き取ってでさらしに巻いてで冷蔵庫で保管すれば、また出てくる水分も全部こうさらしに吸収されるからね。だから常にこうベストな状態で保管できてるわけ。しかも余計な水分が抜けるから美味しくなるということ。これはたった4時間ですけど、
4時間でもこうやって巻いとくと水分もちょっと抜けて美味しそうに見える。これがパックから出してそのまま切ると盛り付けてもちょっと濡れてるような感じ、濡れてるような感じの刺身っていうのは、良くないんだよねあれが美味しくないしね。あとばい菌も繁殖してる可能性があるね。うまいうまい。おいおいはもう満足しちゃって、もうさっきトイレ行って今そこで今度こっち来た。どうだ、美味しかったか。まだあるよ、食べる？おいで。おいで。うろうろ始まった外見るか。はい。個人事業主よりもその株式会社にする理由っていうのは税率がまず優遇されるんですよね。法人税20% と思いきや利益が800万円ね、800万円以下の部分は 15% ですからね。で800万円超えたところから 20% になるんです。そこまでの基礎の部分は800万円だから 15% だ。まあ私なんてどう頑張ったって利益800万円なんてもう超えることできませんからね。だから多分この先もずっと800万円超えないから 15% がずっとこうなる。だからそれはそこだけ見ると株式会社の方がいいなと。だけど、株式会社にするとまず確定申告がもう大変だと。もう書類の山ですから全部書類で出さないといけないのと、それと赤字であってもその税金はね取られる。ここで言うと法人市民税で2万円、法人市民税が
6万円だ。それと北海道法人税が北海道民税が2万円だ。だから利益が一切出なくても最低でも8万円、北海道の場合はね8万円は株式会社やってるうちは年に1回払わなきゃダメ、年に1回ね8万円は払わなきゃダメ、その他に商工会とか入ってたらそこの会費も払わなきゃいけない、私は入ってないから払わないけど、どんなに利益がちょっとでも出なくても8万円はまず年に1回で、その他に利益が出た部分は法人税がかかってきて、でもかかっても 15% です。でその 15% かかった法人税に対して、法人税から来る、法人市民税と法人道民税と法人事業税っていうのが法人税が基礎になって、そこからこう計算してちょっとずつ取られるわけです。いろいろ取られるけど、税率からしたら個人事業主でやってるよりも優遇はされるんです。よくYouTube でこの飲み食いしてるところを撮影するから、こういうのは経費だと思ってるそのYouTuber とかねもいるわけですけども、例えば株式会社でやってるんだったらまずそれは認められないよね、まずね。なぜかというとYouTube で晩酌の風景を撮ってるわけだから、これは晩酌でしょということなんですよ。YouTube のために撮ってるんじゃなくて、晩酌をしてる風景を YouTube で撮ったわけだから、これは経費というよりも個人的な娯楽でしょだから、これは経費には認められないわけです。で、株式会社やってるうちはそういう厳密だからそういうのは一切認められないわけですけれども、だから個人事業主はじゃあ認められるのかというと同じなんですよ。個人事業主も同じで、YouTube で撮るからといって家族で食事をした風景を撮ってます、だから経費ですっていうもんじゃないんですよ。で、YouTube でこうやって晩酌したからってこれが経費で認められるかというと個人事業主でもそうじゃないんですよ。じゃあなんで個人事業主はOK ってなってるかっていうと、OK じゃなくて調査しきれないという話で数が多くて調査しきれないから申請っていうか申告してもそのまま通ってるけどね、
通ってるのは経費として認められたわけじゃなくて、ただ書類が通ったってだけの話で、本当の調査っていうのはその税務調査ね、税務署の人が実際にその家まで行ってで書類を全部調査すると、そういうので経費としてこれは認められませんよって言ったら、それは認められないわけです。確定申告を出して何も言ってこないから、ああ認められてんだなと思ったらもう間違いです。実際には税務調査入ってから全部調べられるんです。だから余計なものをその経費として計上しちゃいけないんでね。でもし1個でも見つかったら最低でも3年間遡って調査される、ね、で、3年間全部黒だったらさらに、10年遡って調査される。するとすごい金額の追徴課税になるわけです。だから日頃から慎重にさ、領収書1枚ずつ見て、これは仕事に使ったんですよ、これは個人的に使ったんですよ、全部区分けしてやらないと。個人事業主でも全く調査入らないわけじゃないですから、個人事業主も明らかにその売り上げを抜いてるというような、事業者には調査が入るんです。でその時にこういう余計な経費は、個人的なものを経費にずっと上げてるのも全部もう調べられますから、すると、莫大な金額になるということです。だからそういう気構えで、厳密に常に申告してれば、常に調査が入るんだと思いながら確定申告してればね、税務署もプロですから、書類見ただけでこう厳密にやってるなっていうのがこう分かれば、もうそれは調査入らない。調査入らずに、この書類見ただけでも向こうもプロなんで、もう分かる。でなんかやってるっていうのはもう書類見ただけですぐ分かるやっぱりプロだから。だからそういうところに調査が入る。いつでも調査が入ってもいいようにと思って準備して申告してると、結局一度も入らない。だけどなんかあれこれもう経費にして売り上げをなんとかこう隠してとかやってるところっていうのは、何度も入りやすい。そういうふうになってるんですよ。
しみるよ。食べるよ。食べた。うん。食べた。うん。食べた食べた。うん。あげるか？うん？あげるの？うん？よいしょ。これ野菜シチュー。よし。これうまいですよこれ。あ、うまい。うまいうまい。おいおい、これ野菜シチュー食べ？ん？食べない。